明けまして、のすけです。沸騰冷却 PC 専用ケース製作シリーズ、前回の動画でご協力をお願いしたところ、たくさんの方から応援いただきました。本当にありがとうございます。が、約10万円の材料費追加工含むを捻出することはできなかったので、安売りをすることに。ということで材料を買いました。SUS で発注、お値段は、18,531円。追加工はすべてなし、材料のカットのみです。約5分の1の出費となりました、が、それでも2万円の超高級ケースです。ちなみに2万円でケースを探してみると、こういうのとか、こういうのが買えちゃうみたいです。NZXT のこのケース、めっちゃかっこいいですね。最近流行りの水槽スタイルって言うんですか？フロントパネルの部分がガラスになっているので、なんかこう、奥行きを感じられるやつ。フロントラジエーターも斜めに搭載でめっちゃグッド。ケース自作じゃなかったらこれが欲しかった。まあ、定めには逆らえないので、粛々と、オリジナルケースを作っていきます。で、アルミフレームはこんな感じで必要な長さにカット。いくつかの部品は斜めに削るなどの追加工が必要です。でも、それは大したことないんです。問題はこの人。アクリルパネルです。必要な大きさにカットしてもらっただけなので、穴開けとかの追加工は自作がやることに。でもそれも問題ないんです。ヤスリは好きですしお寿司。時間が無限にあれば、のすけに残された時間はあとわずかになってしまう。実は、ニコニコ超会議に出演することになりました。適当にポチったら当たってしまいました。でもいいんでしょうか？こんな弱小配信者が。選考基準を考えると不安になってきました。そもそものすけはこういうイベントに行ったことない。コミュ障なので人混みが不安です。ということでケツが決まってしまったので、少しでも作業効率をアップさせるためにこれ、買いました。卓上ボール板、21,168円。結構お高かったんですが、こうならないためには必要な出費かと。動画編集時点でまだ使っていないので、次回以降の動画で使い勝手とか紹介したいと思います。で、今回メインで紹介したかったのがこれ。ケースのスイッチを搭載するボックス。メンバーのキヨさんに作ってもらいました。黄色と黒のストライプで小難しいデザインなのですが、FDM の 3D プリンターでこの通り、完璧に再現してもらいました。上越至極、感謝感激雨あられです。で、さらに別バージョンも、こちらはレジンでコーティングしてあり、ヤスリとコンパウンドで表面まで仕上げてあります。完璧な仕上がりです。もう、ヤスリ協会の会長を拝命しちゃってください。その他、取っ手のハンドル、ブラケット、などなど、FDM の 3D プリンターで小物類を作ってもらいました。もちろんお題はタダです。のすけの感謝では足りないので、キヨさんの YouTube を見に行って、いいねを10回ぐらい押しといてお願いします。ということで、という声が聞こえてきたので、光造形の 3D プリンターでブラケット作ってました。キヨさん曰く、FDM だとこのブラケットは強度が出ない、とのことだったので、光造形なら強度がありそうです。念のためマックスパワーで、工具を使ってかなり力をかければ折れるぐらい、これなら大丈夫、と信じる心が重要です。と簡単に説明しましたが、強度と人生を両立するレジン選びで悩みました。面白い企画もできたので、詳細は別動画にしようと思います。ということで今回はここまで。今年はイベントへ参加があるので、生存確認のためにも、短い動画を頻繁にアップしていこうと思います。イベントの詳細が決まってきたら告知しますので、X のフォローをしていただけると嬉しいです。それではまた、サラダバー。